皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。この日は曇り空で、それでも気温は30度ありました。久しぶりにオーニングはすべて上に巻き上げていました。今までとは違い、心地よい風がとても気持ちよく、多肉の寄せ植えの仕立て直しをしようと思い庭に出てきたんですが、涼しくなったとはいえ残暑のせいか多肉にあまり元気がありません。はい、ということで今日は急遽予定を変更して元気のない多肉たちにこのハイポネックスの微粉を水に溶いて活力を注入していこうと思います。付属のスプーンがついていて、多肉植物は小さなスプーンの方で1杯を2リットルの水で希釈して使います。今回用意したバケツは10リットルなので、小さなスプーン5杯分を入れ、よくかき混ぜて溶かしておきます。粉がよく溶けたら、早速多肉に水をやっていきます。玄関前のカゴの寄せ植えもいつの間にかスカスカです。おぼろ月は相変わらず夏にも強いです。そして細葉黄金万年草と一緒に植えていた七福神もなんと全滅していました。このハンギングの寄せ植えはまめに水やりをしているため多肉が元気です。このハイポネックス入りの水やりでさらに元気になってくれるといいですね。ピーチプリデにも、そしてパンジーにも。この作業台の上の多肉は雨ざらしですが、雨ざらしにしている多肉の方が意外と元気がいいんです。このポットは株分けした多肉とはさしっこちゃんです。そしてこのシャビ穴、大きな葉を2枚鉢を倒して折ってしまいました。胴切りしたピーチプリデです。まだ新しい芽は出てきていない様子です。これはハエオのお手入れ動画の時に作業台の上で忘れられていた派手姿です。作業台の横に移動して火祭りにもたっぷり水をやります。こちらはカットしていない火祭りです。こちらが今すぐ絶対にやってでカットしていた火祭りです。葉の上すぐでカットしていましたが、葉の付け根に小さな芽が出ていました。そしてアガパンサスの鉢にいつの間にかスノープリンセスが一緒に植わっていました。ついでにカットした火祭りにも水やりしておきます。手前のポットが新しく土に刺した火祭りですが、カットしてから10日ほど経った今、しっかり根付いているようです。水やりしていると千代田の松の下葉が落ちているのを発見してしまいました。この千代田の松、下葉が落ちやすいんですよね。この落ちている葉は葉ざしに使います。そしてこの寄せ植えにもしっかり水やりをして元気になってもらってから仕立て直しをしたいと思います。それにしても本当にスッカスカ。このミソラホコとブルーリボンはもう少し水持ちのいい土に植え替えてあげた方が良さそうですね。そして小吹きが良すぎての動画で胴切りしていたカバディです。動画画面の右上にカードを貼っておくのでそちらもチェックしてみてくださいね。
ちなみに今回使用しているハイポネックスの微粉は水に溶いて希釈して使うタイプで速効性があり、苗を丈夫にして日照不足や暑さ、そして冬の寒さへの抵抗性を高めてくれるんです。春に一度あげていますが、夏の暑さで弱っている多肉に活力剤として秋にもう一度やることで多肉が元気に冬越ししてくれるよう願っています。ふと温度計に目をやると1度気温が上がっていて少し心配になりましたが、あと30分ほどで山の影になるため大丈夫かな。リメカンの多肉たちもちょっと葉がしわしわしていますが、なんとか枯れずに頑張ってくれていました。カンテに水やりをしていると、手前の電球がちょっと邪魔でしたね。カンテは水も肥料も好きな多肉なので、たっぷり水をあげています。ビアホップは先ほど水やりをしたんですが、あまりにも葉がしわしわなため、もう一度水やりをしました。そして奥のカンテにも水やりをしていると、葉が取れてじょうろの口の上に乗ってしまいました。カンテの様子も少しおかしくて、じょうろを置きカンテを手に取ると葉がすべて落ちてしまいました。残っていたのは枯れ葉1枚。花芽の茎をカットして、その花芽の茎についている葉を葉差ししたカンテです。小さな芽はまだ残っていましたが、なんと肝心な茎が空洞になっていました。とりあえずこのまま様子見ですね。そしてざっと水やりをしただけでもこれだけの数の多肉がまた枯れていました。今年はこれがいつまで続くのやら。気を取り直して水やり後はロゼットの上に乗った水滴をブロワーを使い吹き飛ばしておきます。最高気温がもう少し低くなるとこの作業もいらなくなるんですけどね。もうしばらくは多肉が蒸れるのを予防するため、このブロワーで水滴を吹き飛ばす作業が必要です。水やり後の多肉は土が濡れているだけで、こんなに生き生きして見えるのは気のせいでしょうか。今年の夏はとにかくたくさんの多肉をダメにしてしまいましたが、特に黒い小さなポットに植えている多肉がダメになっていたような気がします。今更ではありますが、多肉の夏の水やり管理はやはり難しいです。星になった多肉たちの札だけが悲しく溜まっていきます。最近はベランダの多肉もあまりチェックできていないため、次はベランダの多肉たちに活力剤を注入したいと思っています。はい、ということで今日は多肉の寄せ植えの仕立て直しをしようと思い庭に出てきたんですが、あまりにも多肉たちに元気がなかったため、ハイポネックスを使い多肉たちに活力剤を注入していきました。いかがだったでしょうか。皆さんのお家の多肉は元気ですか？元気がなかったらぜひ活力剤を注入してあげてくださいね。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価と
チャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。